プリウス 1800cc モデルの燃費を見てきます。今回のテーマはコースを一周、2人のドライバーが半々で走って合わせた燃費を見ていきます。で、そこまではいつもと一緒なんですけれども、今後の動画で 2000cc モデルとの燃費の比較をしたいので、なるべくね、同じように運転するということを心がけて走っていきたいなと思います。それに関連してね、交通量に左右されにくい夜間、今深夜ですので、そうした時間に走っていきます。プリウスのグレード X、1800cc ハイブリッドモデルに試乗して感じたエンジン質感、加速感、リアシート印象、燃費など取り上げていきます。動画は加速の印象から始まって、リアシート快適性、燃費の話題へと続きます。2000cc モデルとの比較など触れたい点いっぱいでしたので、前編後編と2部構成です。まずスペックですが、60系プリウスでは 1800cc と 2000cc モデルが用意されていまして、カタログ燃費が1割以上異なります。1800cc が 32.6 キロ、2000cc が 28.6 キロ。結構違いますよね。このあたりがあってね、一般的ではないというか、あんまりね、一般的ではない 1800cc モデルに試乗してみた理由の一つです。で、両方のモデルはエンジン形式も異なりまして、1800cc は全プリウスからの延長線、2000cc は新しいエンジンです。トヨタの場合、車両形式にもエンジン名称が入りますので、わかりやすいです。現在から続く ZVW60 と新しい MXWH60 と分かれています。で、カタログ燃費の違いは、重視している部分が異なるというのかな。もしかしたらギア比が異なるというイメージでした。音や力強さの違いのほか、2000cc モデルの方が低い速度でエンジンの美味しいところを持ってきているような、そんなイメージです。1800cc モデルの加速感は従来モデルからの延長といった感じで、でももわーっとした加速感は幾分変わってきている様子です。アクセル踏んでエンジン始動する前の加速開始とエンジン始動して両方の駆動がミックスされるタイミング、このあたりや聞こえてくる音でそれを感じます。あとボディデザインとか車内のイメージによる補正、これも無視できない要素です。それからこのプリウスは加速中にフロントを持ち上げてリアを沈めるのですが、こうした挙動も加速感に関わっていきます。そしてアクセルの操作量とパワーの出方、大雑把に6、7割踏んだところと床まで踏んだところで同じような感触、つまり半分ぐらい踏んでの加速が心地いいです。半分踏んで力強いと速いという印象につながりやすい、速いというね評価になりやすいと言ってもいいかな。そんな傾向はあります。自分も力強いスロットル特性と感じましたから、狙い通りなのかもしれませんね。もう少しアクセル回路の低い領域ですと、3つあるドライブモードの影響が大きくなります。エコでもかったるさを感じさせない特性です。そうしましたら燃費見ながらのレビュー。撮影外で加速など試しながら走っていると、20キロ前後の燃費が、表示されました。これがどのくらいになるのか、タイヤの空気圧をチェックして、いつものコースで始めていきます。車がかっちりすればするだけ空気圧による変化が大きく出ますから、ここ重要です。違和感感じたら空気圧見て、それから感想を述べるということを心がけています。で、あと細かい条件としましては、AC がオンで、多分今日は冷房の方向で風が出ています。メモリは1メモリ。でね、外気温度計が今20度を指していますので、結構ね、ハイブリッドにとって条件のいい日だと思います。そうしましたらまた途中経過を入れていくような形になります。それでは行ってきます。途中経過です。今ね、自分リアシートに座っていますので、ちょっとこの間にリアシートの印象なんかを述べたいなと思います。まずね、この車、プリウスね、多分多くの方が想像されるよりもリアシートの快適性いいなと思います。正確には、そこそこいいなとか結構いいなという言葉を使わせてください。それはね、スペース的な部分とか、視界の圧迫感的な部分で言うと、ちょっとね、対等です。で、その代わりに、乗り心地とか静粛性といった部分の目を閉じて座っていれば、感じられる快適性、そこは結構高いので、全部合わせるとね、そこそこいいなぐらいの印象になります。なので本当体型によりますよね。小柄な方でしたら十分いい空間と言えるんじゃないかと。
でね、まずじゃあそのスペース的なところで言いますと、身長172センチの自分が座ると、頭上とかはね、そんなに苦しくないです。言ってみれば、窓の天地方向の大きさとかがね、小さくて、あと助手席のね、窓とかもかなり小さく感じられますので、この辺りがちょっとね、視覚的な圧迫感につながります。で、そうですね、足元とかも、フロントシートの下にちょっと足が入るぐらい、もうほんとね、低く座るタイプの車ですから、椅子の位置も低い。で、足入らないわけじゃないんですけれども、シートに擦りながら足を入れるような形になります。で、ここに182センチの同僚が座りますと、それはやっぱりね、ちょっとルーフに髪の毛がつくぐらいの感じになってきて、ちょっとサワサワする感じっていうのかな。車横から見た時に、ちょうどリアシートの頭上あたりからもう一度下がり始めますので、大体外から見るイメージ通りですね。一応、ルーフの内張りは、頭上のところはね、深くえぐれていて、でもヘッドレストの上ぐらいですかね。もうそこを膨らんでますので、ヘッドレストに頭を預けると、ちょっとね、上の方が触れるぐらいになってきます。で、じゃあ、あとね、快適性の部分。快適性で言いますと、ごめんなさい。快適性で言いますと、乗り心地はね、いいです。思ったほど硬くない。で、これは、指定のタイヤの空気圧がリア 2.4 って高いので、そうですね、少し空気を抜けばベストなんですけれども、この状態でもね、リアのサスペンションは、そんなに硬くないんですね。で、静粛性的にもね、やっぱりこれも空気圧抜いて、タイヤ柔らかい方が路面を叩く音とか減りますので、そういった部分良くなるのは事実なんですけれども、標準の 2.4 キロで純正装着タイヤを履いた時に、そんなにね、悪いと感じないぐらいの、乗り心地いい静粛性です。静粛性ね、路面いいところなんかはね、これ静かだねって感じられるぐらいですね。もうちょっと細かく言うと、テールゲートのハッチの内側から入ってくる音は気になるんですけれども、でもそれぐらいですね。あと、気密性みたいなところで言うと、だいぶカットされているなと思います。で、あとね、ほんと細かくは、リアのスタビライザーの話とか、タイヤに起因するであろう話したいんですけれども、それはちょっとね、タイヤの回で述べますので、ちょっとそっちをお待ちください。なので、あとは、着座感、着座姿勢、座り心地、そのあたりの話に入ります。そこで一つ大きなところで言うと、シート座面の表地が割合滑りやすい生地になっているんですね。ジャージの柔らかいジャージって感じですかね。で、ここはちょっと滑りやすいので、お尻が前に出てきやすいイメージはあります。シートの座面が、前方が盛り上がっているんですけれども、適当に座っているとちょっと前に出てきそうな感じになる。で、背もたれの角度は、お尻をやっぱり一番深く、押し付けて深く座ると、ちょっと立ち気味かなっていうのがね。着座姿勢的にはね、どうでしょう。そこまでゆったりした姿勢ではないです。というところが一つですかね。でシート座面は割合滑りやすい表地で、その代わりにいいのはね、さっぱりしています。これから暑くなってきて、蒸れやすくなってくる時期になってきますけれども、何でしょう、さっぱりしてるというのかな、さらっとした感じですので、暑苦しさを感じない。ここはね、いいところだと思います。やっぱりこの辺一長一短ですよね。モケットの吸い付くような生地ですとやっぱり滑りにくくて、でもしくはお尻のところに切り替えが入っていて縫い目が入っていてお尻ずれないようになっていると前には出にくいんですけれども、座り方によってそれが太ももの裏に圧迫感を与えてきたりしますから、この辺りね一長一短ですよね。でプリウスはね、その切り替えの圧迫感とかも感じないですし、座面もそんなに柔らかくないですけれども、表面の方が柔らかい感じなのでね、落ち着いて座っていられます。といったところでね、リアシートの印象、とりあえずこんなところです。折り返し地点に行って、次の途中経過を入れていきます。さあ、折り返し地点に到着です。ただいまの燃費はいかがでしたでしょうか？ 34.7 キロでした。はい、ありがとうございました。燃費 34.7 ということで、予想通りにね、伸びてくれました。でね、今回、この 1800cc モデルに乗ってみたいなと思った理由はいくつかありまして、まず、この車が
個人でもね、買えるらしいんですよね。一応法人用ということでトヨタは売り出していますけれども、個人でも普通に買えたよとか注文したよっていう話がネットにいっぱいございましたので、ちょっと今回乗ってみたくなったと。なんといってもね、この車275万円ですからね。ちょっとナビは別になっちゃうんですけれども、どっちかっていうとプリウスのイメージより1クラス下ぐらいの価格で、このね、素晴らしい特別感のある車が選べるっていったところで、乗り味良かったらこれすごいいい選択肢じゃないのかなと思いました。あと、燃費ですね。1800cc モデルと 2000cc モデルを比較した場合に、カタログ燃費がね、数キロ、3キロくらいでしたっけ？そのくらい差がありました。なので、ちょっと燃費の比較をしてみたかったのと。それから、タイヤサイズがね、17インチと19インチと、そのホイールサイズに違いがあります。で、これが、どっちに合わせてセッティングされてるのかなとか、乗り味どう変わるのかなというところも興味ありましたので、ちょっと乗ってみたかったのと。といったところでね、すいません、ここからの後半は別動画になります。戻りは私、左男爵が運転していきますので、どうぞこのままご覧いただけましたら嬉しいです。触れたい点いっぱいで動画長くなっちゃったので、前半後半に分けました。後半もぜひご覧いただきたく思いますし、チャンネル登録や他の動画のご視聴で応援いただけますと、人気稼ぎに走らない市場レビュー、これを続けていくことができます。どうぞよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。